チョコレートのない生活を想像できないのなら、16世紀以降に生まれたことに感謝すべきです。チョコレートはそれまでメソアメリカ、中米古代文明圏だけにあり、現在とはかなり異なる状態のものでした。紀元前1900年頃、その地域の人々は野生のカカオの豆の加工を習得しました。最も古い記録では、カカオ豆をひいてトウモロコシのひき割り粉とチリペッパーと混ぜた飲み物でした。くつろぎを与えるホットココアではなく、苦く爽快感をもたらす泡立ったものでした。現在チョコレートは広く愛されていますが、その上を行くのがメソアメリカ人。当時のカカオ飲料は神聖な食料で、マヤ文明ではククルカン、アステカ文明ではケツァルコアトルという羽毛の生えた蛇神が人類に授けたものと信じられていました。アステカ人はカカオ豆を貨幣として使い、王室の供宴で飲まれたり、戦いで勝利した兵士に褒美として振る舞われたり、儀式などで用いられました。ヨーロッパ人がチョコレートを知ったのは1519年。それはエルナン・コルテスがアステカの首都テノチティトランのモンテスマ王の宮殿を訪れた時です。コルテスの副官の記録によれば、王はその飲み物を50杯も運ばせ、金の器に注ぎました。入植者たちが不思議な新種の豆を持ち帰ると、現地の習慣は参院的だと考える敬虔な宣教師により美薬としての評判を得ました。当初、その苦い味から胃のムカつきなどの病気に効く薬とされましたが、蜂蜜、砂糖、バニラなどで甘みをつけると、スペインの宮廷内で美食として急速に広まりました。まもなくどの貴族の邸宅もチョコレート専用の容器を持つようになりました。この流行りの飲料は大量に作るには時間がかかり、簡単には飲めません。カリブ諸島やアフリカ沿岸の島々にプランテーションの活用や奴隷労働が進んだ一因となりました。1928年にアムステルダムのクーンラート・バン・ホーテンがココアプレスを紹介したことが大きな変化をもたらします。バンホーテンの発明はココアの脂肪分ココアバターを分離するものでした。これでココアの粉末が残り、粉末は溶かして飲み物にしたり、再びココアバターと混ぜれば、今日のような固形のチョコレートを作ることができました。やがてスイスのチョコレート職人ダニエル・ペーターが粉乳を混ぜ、これがミルクチョコレートの発明でした。20世紀までにチョコレートは一部のエリートの贅沢品ではなくなり、一般的なお菓子になりました。莫大な需要に応えるためには、赤道付近でのみ育つカカオをより多く栽培する必要がありました。現在では南米のプランテーションにアフリカから奴隷が運ばれる代わりに、カカオ豆の生産は西アフリカに場所を移し、2015年の統計では全世界の5分の2がコートジボワールで生産されました。カカオ豆産業は成長しましたが、ひどい人権侵害が今も続きます。西欧諸国の企業に供給している西アフリカのプランテーションの多くは奴隷や児童を働かせています。200万人以上の児童が巻き込まれているという推定もあります。大手チョコレート会社がアフリカの国々と協力して児童労働など望ましくない労働形態を減らす努力をしているにもかかわらず、今なお続く複雑な問題です。今日チョコレートは現代文明の慣習における独自の存在を確立しました。その現地文化と植民地時代の関係や広告の力と相まって、チョコレートは何か官能的で退廃的で禁断のオーラを保っています。しかし、この魅力的で時として残酷な歴史と現代の生産の実態を知ることで、これらの関係の起源とそこに隠された事実がわかるのです。次に、チョコレートの包み紙を開けるときには、チョコレートに関わるすべてが決して甘くはなかったことを思い出してください。学びを続けたいですか？チャンネル登録して好奇心に刺激を与えましょう。